Hello everyone, it's me again, Geisha Deidra, back for another video, so thank you for tuning in. And today we have a very interesting interview with Miss Ayaka Brandy about what it's like in her life being mixed in Japan. So if you're interested, stay tuned and let's get going. Hi, konnichiwa! こんにちは。よろしくおよろしくお願いし願いしま。ます私と会ってありがとうございます。本当にワクワクしてます。今日のトピックはそうですね、ブラックミックスの経験です。今日のお客様は綾香ブランディさんです。一番は自己紹介です。お自己紹介をお願いします。はい。はじめまして、綾香ブランディです。24歳です。お父さんがコンゴ民主共和国 RDC っていう国の人で、お母さんが日本人のミックスです。仕事はアーティスト活動をしています。いろいろやってます。でも絵だけじゃなくて、学校行ってお話、スピーチしたりとかしてるから。そうですか。そうです。すごい。わお。素晴らしいと思います。本当に。わお。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に上手です。皆さん上手です。見てください。インスタグラムで。ありがとうございます。じゃあ次、2番目は自分の人種としてどう読んだらいいですか？そうですね。親が一人日本人、一人外国の人の方がいろんな名前が出てきますね。ブランディさんにとってどっちの方が合ってると感じますか？私は日本人って思って生きてて、でもやっぱり見た目が日本人じゃないので、ミックスって呼ばれた方が嬉しいのかな。でも本当は日本人として生きてるので、そうやってみんなが思ってくれるような社会になったら嬉しいなって思います。じゃあ3番目、そうですね。ブランディさんの人生で初めて自分が黒人、自分が別の日本人の方と違うと初めて思った時はいつでしたか？本当に一番最初は保育園とか幼稚園とか小学校入る前だと思うんですけど、正直その時はあんまり気にしてなくて、なんでかっていうと、私の他に友達もブラックの子がいたりしたので、同じ小学校に行ってたから、割とそんなにすごい自分のこの見た目を気にするってことはなかったんですけど、やっぱりトトロっていうアニメがあって、その、真っ黒クロスケっていう単語にやっぱりちょっと嫌だなって思ったりしたこともあるし、クラスの男の子に似顔絵の時間に肌色はクリームな色だから、私のスキンカラーではない。だからその時にやっぱり気にしてて、肌色でみんなと同じように肌色に塗ってて、いやその色じゃないよって言われたりとかっていうのはあったから、すごいその小学校あたりからどんどん自分のこのカラーに結構自信っていうか気にはするようにはなってたのかなって思います。はい、4番です。はい、4番は人種について親、家族とお話ししたんですか？あんまりお父さんとお母さんに言っても分かんないだろうなみたいな気持ちがずっとあったから、あんまり話した記憶がない、自分の中で。ところが兄弟いますか？兄弟は下に4人。そうなんだ。わー、ビッグファミリー、大家族ですね。そうです。そうなんだ。Hello, everyone. It's me again. I hope you're enjoying the interview so far. I know that I am. I just wanted to take a moment to remind you all that I do have a Patreon page. So if you're interested in learning more about tons of exclusive content that won't be featured on my YouTube channel, please click the link in the description box. Without further ado, let's get back to the interview and hear more about what Ayaka Brandi has to say. これから5番です。小学生の時、中学生の時、高校の時、友達をできることがどうだった？簡単、難しい、どの方が合ってると思いますか？小学校のハイグレード 5年生と6年生の時から中学までは難しくて、で、高校生の時はかな。なるほど。1年から4年までは良かったけど、4年と5年の間は何か
校が変わった。なんか学校が変わったからすごいなんだろう、自分の同じブラックの子もいなかったし、いきなり自信がなくなっちゃって、なんかすごい目立つし、ブレイズヘアだし、やばいみたいな。なるほど。もう人とどう仲良くしたらいいかがわからなかった。それこそ4年生までは保育園から一緒の子とかいたから別になんか友達なくて。それとも、なんか高校生になってからなんかまた優しくなりましたね。それはなぜだと思いますか？もう最初からスタート、みんな知らない同じ中学の子とかがいないところから行こうと思って、違うプリフェクチャー県の、そうですか。私千葉なんですけど、茨城の高校にして、それですごいなんかガールズしかいなかったから学校、すごい楽しかった。よかったです。6番です。そうですね。これは付き合いとしてどう思いますか？前の質問と同じぐらいですが、なんか簡単、まあまあ難しい。そうですね。今もなんか恋人がいるかどうかなんか教えなくてもなんか大丈夫ですが、デートとか。そうです。そんな感じ。難しい。Oh no! なぜでしょうか？ミックスとかだからっていうわけではなくて、多分自分があんまり得意じゃない。そうなの？でもあとはなんか話しやすいけど友達だったらいいけど、そのネクストステップに行けないんですよ。そこは頑張ろうって思えてないです。なるほどね。でもね、今もなんかコロナで、なんか人を会うことがちょっと難しくなるね、特に。そう。それも本当にそう思います。今もシングルだけど、本当にシングル、一人ぼっち。だけど、本当に？本当です。絶対いると思った。いや、全然。今、実家に住んで、そうですね、あんまり出かけないですね。なんか、当時の若者と会わないから。もう同じ、ずっとそう。私も。7番です。ミックスの人について何をしたらいいと思いますか？欧文の日本人がミックスの人がわからないこと、なんかしたらいいこと。そうですね。みんな違うタイプ、性格も。だから、ブラックだからこれできるよねみたいな思っている人が多いんですけど、みんなスキルとか性格とか全部違うから、なんかそこを一個一個見てほしいなって思います。みんなそうだって思わない方がいい。例えば歌がすごい上手いとか。そうですね。みんなそう言われてるね。あとはみんな足が速いとかスポーツできるとか英語がペラペラとか、私も英語できないから、そう。まあそれが悔しくて頑張れたってことももちろんあるけど、いろんな人がいてみんないろんなスキルもあるから。そうですね。本当にそれぞれです。自分に見えるようにね、なんかさせたらいいね。本当に。8番です。ミックスの人に関するなんかめんどくさいこと、嫌なこと、ちょっと残念なことは何だと思いますか？人から言われること？そうですね。なんか、ヘアスタイルとか、まあ、別に今はあんまり気にしてないけど、なんかいろいろ私はブレイズしてるって髪の毛編んでたりとか、あとはみんなアフロヘアだったりとか、みんな見たことないヘアスタイル、ミックスがたくさんいるわけじゃないから、まあ、そこでなんかすごい興味を持ってくれることは嬉しいけど、なんかもし自分が例えばなんか髪の毛を触られたらどう思うのかなとか、なんか一回イメージしてほしい。嫌っていう、私は別になんかみんなに知ってほしいからそういうアクションを求められた時にどうぞって言って触ってもらったりするけど、やっぱりなんかそのケア大変だったりとか、なんかアフロの時はすごいクリーム塗ってたりとかもするから。これからは9番です。ミックスの人に関する素晴らしいこと、なんか感謝してること、良いことを教えてくれませんか？私はパパとママが違う国だから、すごい
そのマイノリティとして少ない、日本の中で少ない人たちとして育って、やっぱり嫌なことももちろんあったけど、なんか自分を通して、私と話す人が2つの国のことを知れるから、すごい私も視野が広く育てたなって思うし、なるほど。友達にもそういうのをシェアできるので、すごい今は嬉しいなって思います。だから自分のアイデンティティに誇りを持って今は生きててるから、すごい楽しいです。だよね。はい、これからの生まれてくるミックスの人にアドバイスをお願いします。アドバイスはみんなと違うから大変だと思うこともあると思うけど、まあ絶対に一人じゃないし、なんか自分のことをいっぱい知って自信を持てば、なんかそういう悲しいことを言われたりとかっていうのも少なくなると思うから、まずはなんか今は SNS とかもあるので、同じこういうミックスの人とか、ブラックの人とかを知って、一人じゃないっていうことを知ってほしいです。プラスワン。はい、フォロワーのために、なんか、綾香ブランディさんになんか興味がある人、ソーシャルメディア、なんかインスタとか、教えてくれませんか？もちろんです。インスタグラムとツイッターとあとフェイスブックやってます。はい。じゃあ私は、後でディスクリプションボックスに、そうですね、書いておくので、ぜひ見てください。じゃあ、以上です。本当にありがとうございました。お疲れ様です。